は切る。でも、伐採種は運ばない。領主、城主、帝王。3体の進化には、それぞれ3つの指令書と固有兵がある。9つの進化よから、今の敵に合う1組を選び、巡礼の道を軍と要塞で支配する。テンプル騎士さんは、騎士下げで押し切る文明ではない。こんにちは、トイデカヌメです。最初に、一番大事な区別から、テンプル騎士さんは、文明選択でも別枠になっている。フランスのアッシュ文明だ。フランス文明はランドマークを立てて進化し、王室騎士や通常の交易を軸にする。テンプル騎士さんは、町の中心でコマンドリー。ここでは指令書と呼ぶものを確立して進化する。各時代の3択は、ボーナスだけではない。選んだ指令書ごとに、対応する固有ユニットが1体、恒久的に解禁される。領主で3体、城主で3体、帝王で3体。進化に結びついた固有兵だけで、合計9体だ。だから指令書は、一番大きな数字を選ぶ場所ではない。文明ボーナスと、今欲しい1陛下をセットで選ぶ場所だ。内戦の仕組みも、ここで正確に抑えよう。テンプル騎士団の町の人は、普通に木を伐採できる。違うのは、伐採書の納入往復がいらないこと。切った木材は、その場で備蓄へ自動納入される。基礎の木材収集速度は、町の人1人当たり毎秒 0.6。時代が進むごとに、20% ずつ上がる。さらに、集めの木材の 20% が、追加の食料として生産される。つまり、木りを1人増やすと、木材だけでなく、少量の食料も増える。これは文明全体へ勝手に入る自動収入ではない。判断は2つだ。木を切る町の人を何人にするか。その木を、安全な航路。弊社、旧育成所のどれ使うか。納入往復がない分効率は安定するが、町の人がゼロなら木も食料も増えない。不足してからでは遅いので、次の建物と研究を見て伐採人数を先に決めよう。領主進化は、食料400と金200。3つの選択肢を、ボーナス、固有兵、選ぶ状況の順で見よう。1つ目は、ホスピタル騎士団。民間ユニットの体力が 30% 増え、移動が 10% 速くなり、受ける回復量も 30% 増える。解禁されるホスピタル騎士は、味方を回復する重装歩兵、槍兵と一緒に道を守れば、前線が長く持つ、巡礼者と町の人を安全にし、まず崩れない形を作りたい時の安定用だ。ただし足は遅く、騎士や石弓兵には弱い。2つ目は、フランス王国、陸上軍の生産が 15% 速くなり、金コストが 5% 下がる。解禁される重騎士は、食料90、金80の比較的安い重騎兵。近くの重騎兵が多いほど体力を得るので、短期より集団で強い、速い軍量と機動力で内政を荒らしたい時に選ぶ。槍兵や石弓兵が増えたら、重騎士だけを足し続けず、弓兵つなぼう。3つ目は、アンティオキア国国。近接ユニットのダメージが 15% 増える。解禁されるセルジュアントは、射程4から斧を投げる重装歩兵。投げ斧は近接属性なので、近接防御の高い前衛にもダメージを通しやすい。近接地帯で正面線を太くしたい時の選択だ。遠隔兵には弱いので、相手の弓や石弓が多い盤面で無理に選ばない。領主の覚え方は簡単。安全ならホスピタル、速い軍量と機動力ならフランス、近接の殴り合いならアンティオキアだ。領主へ入ったら、次は巡礼路を見る。安全な航路は、食料50と木200。研究すると、巡礼者が60秒ごとに一町の中心から設置へ向かう。最初は1人、要塞を1つ建てるごとに1人増え、最大10人だ。巡礼者が設置へ吹くと、距離に応じて金を生む。現行では以前より約1割下がったが、長距離の上限は130金。大事なのは、巡礼者が金へ変わるのは、聖地へ到着した時だということ。敵の危険に道を見られているなら、安全な航路を急がず、槍火前処置を先にする。要塞は、領主から建てられる固有建物。金密を、石600、建設3分と思いが、近くの味方の射程を伸ばし、巡礼者数も1人増やす。前を置けば強い。ではない。完成まで軍が守れ。巡礼路と射程支援の両方を回収できる位置へ置こう。追加の巡礼者が欲しいときは、聖域。食料150と木250で1人増やせるが、道の安全な隙だ。上司進化も3択で、ここに重装装兵が入る。1つ目、安住帝国。要塞と港の体力が 30% 増え、重装装兵を解禁する。重装装兵は、食料80、金30、高い防御を持つ大騎兵の重装歩兵で、要塞の近くではさらに強くなる。巡礼路へ敵騎兵が走り込み、すでに要塞線を使っている時の回答だ。石弓兵には弱いので、遠隔対策を別に添える。2つ目、カスティーラ王国。聖地付近の味方がダメージ 20% 増加と自動回復を得て、ジェニトゥールを解禁する。ジェニトゥールは食料60、木60の遠隔騎兵。移動が速く、遠隔兵強いが、近接戦には弱い。聖地そのものは視線上で、敵の弓や石弓を追い払いたい時に選ぶ。3つ目、ジェノバ共和国。巡礼者の金収入が 20% 増え、ジェノバ石弓兵を解禁する。ジェノバ石弓兵は食料80、金90、近接歩兵強い高火力の遠隔兵だが、騎兵に捕まると弱い。巡礼路すでに守れていて、その利益を伸ばしながら敵の重装歩兵を削りたい時の選択だ。そして、テンプル騎士団の兄弟は、この3択とは別枠。上司から深い騎士の置き換えで、食料120、金140の高価な重騎兵だ。正面性能は高いが、槍兵と石弓兵には止められる。指令書の名前ではなく、相手のカウンターを
入しよう。女子の覚え方は、要塞と大騎兵ならアンジュ、聖地戦と大遠隔ならフスティーリャ、巡礼収入と大近接歩兵ならジノバだ。帝王神馬にも3つのボーナスと3体の固有兵がある。1つ目、ゴー王国。全騎兵の体力が 10% 増え、突撃ダメージが 50% 増える。解禁されシュラフタ騎兵は、高い遠隔防御を持つ10騎兵。攻撃した敵の攻撃速度を下げ、軽装歩兵へ追加ダメージを与える。領主や上司から騎兵をため、終盤の機動戦と遠隔兵への突入を続けたい時に選ぶ。槍兵と石弓兵への弱さは残る。2つ目、駐屯騎士団。金を使う全ユニットの近接防御が2増え、駐屯騎士を解禁する。駐屯騎士は、周囲の敵の防御を下げ、敵を倒すほど強くなる重装歩兵。金中心の編成で正面を押し切りたい時に向く。ただし非常に遅く、石弓兵に弱い。敵の遠隔火力を先に減らすか、要塞の射程支援で近づける形が必要だ。3つ目、ベネチア共和国。市場で資源を売買した時の価格変動を 75% 軽減し、コンドッティエロを解禁する。コンドッティエロは食料を使わず、金120で出せる高速重装歩兵。火薬兵と包囲兵強い。巡礼で金の余り、食料が苦しい時、市場で資源を組み替えながら、敵の火薬編成や包囲兵へ応えたい時に選ぶ。ベネチアはさらに、ベネチアの商人とガレッセンも使える。ただし育戦の瞬間判断では、まずコンドッティエロと市場効果を見ると分かりやすい。帝王の覚え方は、騎兵ならポーランド、金重層の正面戦ならチュートン、市場と大火薬ならベネチアだ。ここからは、現行パッチの上位5試合、5選手の後輩サマリを見よう。マップは4種類、勝ちだけを集めず、4勝1敗を含む観測だ。5試合すべてが、領主神馬にホスピタル騎士団を選んだ。中央値は4分1秒、安全な航路は4試合で、中央値は5分26秒、泳者と槍兵は5試合すべて、9位育成所と弓兵、ホスピタル騎士、騎兵育成所と騎兵は、それぞれ2試合だった。共通していたのは、固有騎兵だけのラッシュではない。ホスピタル騎士団で民間の安全を作り、巡礼を起動できるか見て、槍を土台に2兵カメを選ぶ入り草。この5試合は、ホスピタル騎士団が常に最強だと証明するものではない。初心者が最初に固定しやすい安定確としてみよう。序盤は、食料400と金200を目安に、ホスピタル騎士団を確立する。木を切る町の人を置き、安全な航路の木200と、営者や家の木を同時に見積もる。進化後、巡礼路が安全なら安全な航路。危険なら、営者と槍を先にする。2兵カメは相手を見る。槍や警歩兵が多ければ弓兵。前線を粘らせるならホスピタル騎士。機動力が必要なら10騎した騎兵だ。上司進化は、自動の次種ではない。今回の5試合でも、10分以内の女子は1試合だけだった。相手が騎兵で道へ入るなら、アンジュと重装装兵。遠隔兵が設置を抑えるなら、カスティーヤとジェニトゥール。道を守れて近接歩兵を崩したいなら、ジノバと石弓兵。要塞用の金300と石600で軍が止まるなら、要塞を急がない。羊が足りない時は、危険な外食料へ町の人を出して進化時刻を守るより、安全な食料と伐採を続ける。秒数ではなく、食料、巡礼の道、敵兵種。この順に見れば、次の指令書と固有兵が決まる。最後に、4つだけ持ち帰ろう。1つ、町の人は木を切れる。木材は受動収入ではなく、伐採収納を付なして自動納入される。2つ、木材の 20% が追加食料になる。木こり人数と木材の使い道を1組で決める。3つ、領主、上主、帝王の各3択は、ボーナスと固有兵のセット。重装装兵は上司の安住帝国に対応する一体だ。4つ、巡礼の道を思いで初めて、指令書、固有兵、要塞が1本の勝ち筋になる。騎士の名前より、今の敵へ必要な1組を選ぶ。それがテンプル騎士団の面白さだ。以上、砦かの目でした。次の一戦では、進化ボタンを押す前に、ボーナスと解禁ユニットをセットで確認してみよう。